ノミの世界的な生息地とその分布。イントロダクション。ノミは世界中の様々な環境に適応して生息している。小さな昆虫です。その大きさはわずか 1.5-3.3 ムほどですが、驚くべき適応能力を持っています。その分布範囲は驚くほど広く、人間やペットの生活圏と密接に関わっています。特に注目すべきは、ノミが地球上のほぼ全ての大陸で確認されていることです。今回は、ノミの生息地について、世界的な視点から詳しく解説していきます。地域による特徴や、環境への適応方法なども含めて見ていきましょう。温暖な地域での生息状況。暖かい場所にノミさんは多いのだ。そうよ。温暖な地域はノミにとって理想的な生息環境なの。ノミは温暖な気候を好む傾向があるの。特に東南アジアやアフリカの熱帯地域、南米の温暖な地域では、年間を通じて活発な繁殖活動が観察されているわ。特に熱帯や亜熱帯地域では一年中活発に活動できるわ。これらの地域では、ノミの生活間、卵から成虫までの過程が、最短2週間程度で完了することもあるの。湿度が高く、気温が20度から30度くらいの環境が最適なのよ。この条件下では、繁殖速度が最大になり、個体数が急激に増加する可能性があるわ。寒冷地での生存戦略。寒い地域では生きていけないのだ。いえ、寒冷地でも適応して生きているのよ。実は、ノミは驚くべき耐寒性を持っているの。彼らは暖かい動物の体毛の中に潜り込んで、厳しい寒さを乗り切るの。体毛の中は外気温より10度以上高いことがあり、完璧な避難所となるわ。北極圏に住む動物にも寄生しているノミが確認されているわ。例えば、北極ギツネや北極ウサギに寄生するノミは、氷点下40度もの極寒環境でも生存できることが確認されているの。さらに、寒冷地のノミは冬眠に似た状態になることで、エネルギーを節約して厳しい冬を乗り切る戦略も持っているのよ。都市部での分布。都会にもノミはいるのだ。都市部でも多く見られるわ。むしろ、都市化によってノミの生息域が拡大している側面もあるの。特にペットを飼っている家庭や、野良猫、野良犬が多い地域では、ノミの生息数が多くなる傾向があるの。都市部の温度は郊外よりに3度高いヒートアイランド現象も、ノミの生存に有利に働いているわ。建物の隙間や床下、カーペットの繊維の間にも潜んでいるわよ。室内環境は年間を通じて比較的安定した温度と湿度が保たれているため、ノミにとって理想的な生息環境となることが多いの。自然環境での生息地。野生動物にもノミはついているのだ。その通りよ。実は野生動物に寄生するノミの種類は、家庭内で見られるノミよりもずっと多いのよ。森林や草原、砂漠など、野生動物が生息するあらゆる環境にノミは適応しているの。例えば、アマゾン熱帯雨林では、数百種類のノミが確認されているわ。それぞれの環境に適した特殊な種類のノミが進化してきたのよ。砂漠に住む齧歯類に寄生するノミは、極度の乾燥に耐えられる特別な能力を持っているの。季節による分布の変化。季節によってノミの数は変わるのだ。そうね。季節変動はノミの活動と個体数に大きな影響を与えるわ。一般的に春から秋にかけて活動が活発になるわ。春先の気温上昇とともに休眠状態から目覚め、活動を開始するの。特に気温と湿度が上昇する梅雨時期は、ノミの繁殖に適した環境になるの。この時期は特に注意が必要よ。湿度が 70% を超え、気温が25度前後になると、繁殖のピークを迎えるわ。冬場は活動が低下するけど、完全に消えてしまうわけではないのよ。室内で飼育されているペットや、建物の暖かい場所で冬を越すことができるの。まとめ。ノミは驚くべき適応能力を持ち、世界中の様々な環境で生息しています。その生存戦略は、数百万年の進化の過程で獲得された優れた能力の証です。温暖な地域から寒冷地まで、都市部から自然環境まで、その生息範囲は非常に広範囲に及びます。特に注目すべきは、それぞれの環境に適応した独自の生存戦略を持っていることです。季節による活動の変化はありますが、人と背を通して存在し続け、人間や動物の生活に影響を与え続けています。特に温暖化や都市化といった環境変化は、
ノミの分布域をさらに拡大させる可能性があります。彼らの世界的な分布を理解することは、効果的な対策を立てる上で重要な知識となります。地域や季節に応じた適切な予防対策を講じることが、ノミの問題に対処する鍵となるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。